おなつこんちこんばんは、ポテトイキポテトぶつけてきてねとよろしくお願いいたします。今日ですね、ダッシュ測定やっていきたいなと思います。ということでですね、こちらもダッシュ測定ですね、ポテラおなじみの検証になっていきたいなと思います。まずと同じようなものになっていくんですけど、以前ですね、ドリブルスピード検証しました。この時もね、上限があったわけなんですけども、今回もね、あるのかなとか、で、あと、今までとはちょっとやり方違う感じにちょっとだけしてね、ドリブルスピードともちょっと比べやすくしながらやっていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法は iPhone に動きを記憶させて、検証していきます。1秒間60コマ、調子は普通です。ペナルティエリア内のね、スピードを測定していきます。タッチラインに立って一番ね、奥から走っていきたいなと思います。できるだけね、いっぱいやってきましたよって。ゲームプランをこんな感じで、104からですね、順番にこう、下げていくような感じにしてですね、いろんな選手で測っていきます。いろんな選手でやることでですね、身長とか体重とかね、瞬発力とかそういうところは関係ないんじゃないかというところもね、一緒に調べながらやっていきたいなと思います。で、これで1回測った後にね、スピードを1ずつ下げて、104から86までね、測定していきたいなと思います。ということで、一気に見ていきましょう。はい、ということで、ここから86から見ていきます。ドリブルの時はね、50コマ台が、4秒50コマ台が普通でしたが、この時点で40コマ台になってますね。で、87に関しては、ヌーノ・メンデス、そしてパウトーレスっていう形で同じですね、数値を2人の選手でちょっと測って、同じになるのかも測っておきます。でもやっぱ同じになってましたね。88で40コマ。89、これ今、どんどん最高速をどんどん出していってる感じですね。89では38コマを記録、40、90、スピード90の時には38コマ。で、91の時にも38でしたね。そして92の時に、37コマ。93コマで36とちょっとだけ更新し始めましたね。で、94、36コマ。95。ここ同じですね。ここもやっぱ同じになってますね。そして97。これ35コマ記録しました。98も35コマ。さあ、本番はここからでしょうかね。99で、34コマ出ましたよと。そして100、34コマ。101。33コマが出たかなという感じですね。103。はい。103では34コマしか出なかったのかな。はい。はい、見ていただきました。皆さん抜粋を見てもらってるかなと思うんですけど、若干ですね、やっぱり1コマから2コマの差っていうのはどうしても出てきちゃうかなとは思うんですけど、それは踏まえた上で結果を見ていきましょう。はい、ということで、ちょっとね、見方も言っていくんですけど、ここがね、4秒の何コマかっていうところで、こっちの下の、こっちが数値ですね、スピード数値になっていきます。で、この青い四角ですね、これが実際の記録した速度ですね。4秒何コマかで、濃い方が何回も記録してるよって感じになっていきます。はい、というところですかね。ということで、ちょっと詳しく見ていきたいなと思うんですけど、やっぱりですね、階段みたいなのができてるような感じはしますよね。ドリブルスピードの時と同じような感じで、さっきも言った通り1コマから2コマの差っていうのはどうしても出てきちゃうので、ちょっと難しい部分ではあるんですけど、順当に上がっていってるのはわかるんですよね。なので、イメージで言うとこんな感じ。はい、こんな感じでこう階段ができてきているなっていう印象がありますね。はい。で、90以降ですかね、特に、から、段階的になっていって、99の時にはもう、ほぼ横ばいになっていくような、そんな印象はありましたね。で、これやっぱドリブルの時の数値と比べると、これやっぱ似てますよね。なんか上がり方とか、
やっぱ90ぐらいからこう階段的になっていってみたいなとこも結構似てるなっていう印象があります。ちょっと育成の話もしていくとですね、90から92、94から96、97、8、そして99以上みたいですね。ここに関してはなんかあんま変わんなそうな感じがしましたね。はい。で、ということはですよ。ということは例えばなんですけど、スピード94の選手は97までは上げないと使用感というかね、スピードは変わらないっていう話になってくるんですよね。まあなんかそうなってくるとね、なんか必死こいて95とかに乗せてたけどみたいなパターンも、まあ、今後出てくるのかなみたいなね気はしていますがけどね。まあなので90、94、97、99とかこの辺りがまあここに乗せるとまあちょっとねスピードというか大きく変わっていくっていう感じは覚えておくと育成の参考になるかもしれませんのでよろしくお願いします。ということで今日は結論です。スピードは90を超えたあたりから段階的に上がっていって99が上限っぽいとします。はい、というところでね見ていただきましたけども、まあ99から104の差がね何とも言えない感じですね。まあ上限と言ってもいいのかなって感じはしましたけどね、33コマから35コマぐらいを記録してるところを見るとねあんま変わってないのかなとも思いましたけどね。であと同時にですね身長体重瞬発ですね、この辺も関係ないということも分かりましたね。どの選手でやってもこうデータがおかしくはなってなかったですよね。順当な数字になっていたかなと思います。あとねこの研修をやるとねオフェンスセンスが関係してるんじゃないかみたいなこともよく言われるんですけど、それも多分関係ないですね。ディフェンスセンスも含めてなんですけど、そんなに関係ないんじゃないかなと思います。で一応ねいろいろ、見てきたんですけど、まあ実際どのくらい違うのかみたいなのちょっと気になりません？気になるでしょ？比べていきたいよ。はい、こんな感じです。まあこう見るとね若干違うかな。特に86ぐらいがねやっぱどんくさくっていうか遅くなってる感じはしますよね。104とかに比べるとね。まあこんぐらいの差。まあボールが何個分かと言われるとね微妙なラインではありますけどね、94ぐらいではちょっと使用感はちょっと変わってくるかもしんないかな。そんな気は微妙にねなんかこんなもんだっけみたいな感じになりそうな感じはしましたね。っていうところでしょうかね。なのでまあこの辺はですね参考にしてみていただいてですね、よかったら高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで最後はね雑談して終わりたいなと思います。はい、ということでねいろいろ今日はねダッシュについてやってきましたよっていう感じなんですけども、まあこれね実は今回もやっぱり見据えた検証、この先のね検証があったりします。まあというのもね前回でいうところのスタミナとかね、まあスタイナももちろんこれまたやった方がいいかもしれないですね。であとはスーパーサブですよ。皆さんお待ちかねかもしれませんがスーパーサブの検証もこのダッシュ、あとはドリブル測定どっちもねやりながらですねこのスーパーサブの能力っていうところもね見ていきたいなと思います。あとはドリブル測定もやりましたけど4秒50コマ台が、まあ、51コマとかがね最高速って考えるとね一応理論上はドリブルじゃない方が速いっていうことにはなるって感じですね。まあただあくまでこれは長い距離走った場合の話になりますから、まあ実際はねもうちょっと短かったりするので、まあなかなかね追いつけなかったり、もしくはフィジカルで押さえつけられたりとかねいうことはあったりはすると思うんですけどね。はいっていうところになります。はいということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、寒かった、面白かったなと思った方ですね高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はいというところでですね今日はダッシュについてやってきました。まあいろいろ見えてきた部分もあるので良かったかなと思います。ということでですねこの辺参考にしてみていただければなと思います。またやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。実は寝起きです。めちゃめちゃ眠い。行ってきます。